ナマスカール。こちらのチャンネルではインドを安全できれいに楽しく過ごそうをテーマにインドについて発信していきたいと思っています。今回の動画ではインドに来る方へということで、インドに対するイメージとして持っている人が多いかなという、そしてよく聞かれることについてお答えできたらなと思います。はじめに言っておくと、これらのイメージイエスでありノーでもある。まず物価についてお話ししたいと思います。2025年現在、物価は想像しているよりは高いと思います。特に都心。スターバックスでトールのラテがお店にもよりますが、ここだと325ルピー、ざっくり倍にしてちょっと減らすと円換算なので560円とか。チャイも20ルピーみたいなところもあるし、有名チェーン店は200ルピーぐらいするものもある。物は行く場所によってすごく安かったり、値段は結構まちまちです。でも日本人から見てチープな感じがしたら、それは安いものだと思った方がいいと思います。私の肌感覚でクオリティがいいなと思ったものはまあまあ値段がしてきます。日本と同じぐらいの金額だなと思ったら、それは結構いいものだと思います。雑貨とかそうですね。それが高くてちょっとクオリティがお粗末だなと思ったら、もしかしたらちょっと観光客価格になっちゃってるかもしれないです。でもクオリティって言っても日本と比較しないでくださいね。次、ボラれるのか。これはある程度避けられると思います。私自身生活していてボラれたと思ったことはほとんどなくて、やっぱり YouTube とか見てて地元の人が普通に買い物に行くような、人でごった返してるような市場とかに行くとそういう目に遭うかもしれないですけど、やっぱりそういうところは初心者の人には難易度高すぎると思います。冒険しにマーケットに行くのであればいいですけど、冒険には危険がつきものですので、スリにあったり騙されて嫌な思いをしたくなかったら、やっぱり騙されそうなとこに行くのは避けるべきだと思います。何度かインド旅を重ねて心得ていて行くのであれば違うかもしれませんが、特に初めてのインドの方は行くのは選択肢に入れないのもいいと思います。やっぱりおすすめとしては、商品に値札のついているお店で買うことです。値段わからないのっていいねで言われてるんじゃないかと思ってちょっと不安ですよね。値段が貼ってあればそれより安くなることはあっても高くなることはない。やっぱりゲートのあるショッピングモール、入場料を払って入るようなバザールみたいなところは安心だと思います。また買った後に違うところで同じようなものを見て、もっと安く買えたかもしれない、ボラれたのかなって思う場面に遭遇するかもしれません。ですがインドって見た目が似ているだけでクオリティの違うものの可能性も結構あります。ブロックプリントのストールとかは、安価なものはシンプルなプリントで、値段が上がっていくと複数の種類の柄が入ってきたり、金色が入ったり、ちょっとぼんぼりがついてきたり、一見同じように見えても意外とそういうところで値段が変わってきます。あと、安く値切られたから粗末なものを入れようって逆にされるかもしれないし、あんまり安く買えることが正義ではないと思います。あと物によっては職人さんが手作りで作ってますっていうのもあって、ちょっと割高でも実際にその金額を受け取って生活が少し豊かになる人もいると思うので、自分がその金額に納得するか否かの基準で買い物されるといいと思います。あと、これを経験してボラれたって思った方もいるかもしれませんが、インド人計算間違いめっちゃします。商品を複数買う場合は自分でちゃんと計算して合計を出す。レストランでは必ず頼んだものの詳細を見る。違うテーブルの伝票が来てるとか、頼んでいないものが載っているとかはざらにあります。毎回絶対に忘れないように確認してください。あと、力車。これが一番トラブルが多いのかな。
基本 Uber を使う一択でいきましょう。 Uber だと事前に値段が決まっているので、その金額より高い金額を降りる時に言われたら確実に騙そうとしていると思うので、最初の金額通り払ってその場から去りましょう。また何かわからないことをしつこく言ってきたら即降りる。絶対に言われてわからないことに対してイエスと言わない。英語が得意でなければ目的地と金額の確認だけ。金額も50って言った、いや15だみたいになることもあるみたいなので、メモ帳は常に持ち歩いて、金額は紙に書く。単位まで。たまにこの金額は US ドルだとか言ってくる人もいるみたいなので、50ルピーまでちゃんと書く。それで納得して乗ったのに降りたら何か言ってきたら、周りの人に紙を見せてあいつぼってきたみたいな感じで言えば、周りの人が絶対助けてくれるので、誰かに構わず言ってみましょう。あと本当に不安であれば日系のレンタカーをもう手配しちゃう。少し割高ですが安心感はあると思いますし、車も綺麗だと思います。インドのタクシーって想像を絶するコンディションの車がざらにあるので、連日そういう状況に疲れたらインターネットでレンタカー会社を探して、おそらく数時間から1日とかいろいろプランがあると思うので、相談してみるといいと思います。あとこれ若干別の話になるんですが、インドって結構値段がちゃんと印字されているものが多いです。お菓子とかもそうだし、お水もそうかな。それより高い、値段より高いのは明らかにぼられてるし、でも極端に安かったら偽物の可能性もあるので、お水とか口に入れるようなものは道端などでは絶対買わずにホテルで買うとか、ちゃんとしたところで手に入れる。これは重要です。偽物のお水っていうのがあるんですね。ミネラルウォーターまたは浄水のペットボトルに入ってるんですけど、中身はそこら辺で汲んできてお水だったり、お酒もビールで売ってるんですが中身が入れ替えられたり、なので買う場所は重要なのと、お水とか開けた時にこうカチッって鳴ったか鳴ってないかとか、ビールも開けた時にこうポンって音が鳴ったとか、必ず開封の時には確認をしましょう。でもし音が鳴らなかったら、これカチッって言わないけどとか必ず主張する。そしてキャンセルまたは交換してもらいましょう。次はインドの治安や女性一人旅はどうか等をお送りできたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。